はい、こんにちは。タモンマルのカンコレ、タモンマルです。はい、本日は11月の28日土曜日となっております。昨日は、アップデートとして、新たなイベントが、開始されています。その中でも私のスケジュールといいますかね、こちらの最盛況暮れの行き風佐世保のしぐれ、最後ですね。まだ残っている任務攻略をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速、作戦の説明ですね、そちらの方に移りたいと思います。はい、歴戦の精鋭駆逐艦行き風海2およびしぐれ海2を配備した艦隊で、座布島沖海域、サーモン海域北方、カレー洋リランカ島沖、中部北方海ピーコク島沖、そして植木干渉沖海域に突入、敵戦力を撃滅せよ。前回は前編ということで4の5のカレー洋リランカ島沖、5の3の座布島沖海域ですね、こちらを攻略しております。本日は残りの、こちらの後編ということで、こちら5の5、サーモン海域北方、6の4中部北方海ピーコック、そして6の5植木干渉沖海域の3つですね、残っております。どれも難しい海域になってますので、順番をちょっと考えてたんですけども、6の5の植木干渉沖海域から始めて、で6の4、ピーコック、そして最後に5の5のサーモン海域と、これが一番無難かなと考えています。一応こんな感じで進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。一生涯ソロプレイヤーさん、急行津軽さん、コメントありがとうございます。もう本当他のカンコレの配信見てると、当然、イベント始まっちゃったので、そっち一色になってますけども、私の方ではこちらの任務ですね、攻略終わって、来週ですね、イベント回帰攻略したいと思っておりますので、本日は最後まで、お付き合いいただければと思います。それではちょっと長くなりそうな気もするんですけど、早速、出撃メンバーですね、出していきたいと思います。急行津軽さん、まだ待機中ということですか。こればっかりはね、人それぞれもう行きたいと思えばもう行ってしまうし、情報をちょっと揃えてからやっぱり行くっていうね、人にそれぞれやり方があると思いますので、私もどっちかって言いますと、すぐ出撃したいタイプなんですけど、こうやって配信始めて今回、イベント初めてやるにあたりまして、あまり無茶な出撃しちゃうとちょっと続かないかなと思っていますので、ちょっとそこら辺は情報ですね、きちんと集めてから
出演機していこうかなと思ってます。で最初のこちらの、海域ですね、6-5、星が7とはなってますけど、実際そんなことはなくてもっと難しい海域になっています。下ルートから回っていって、痩せマスを攻略できれば、さほど難しくないのかなと思っていますけども、道中ちょっと参戦していかないといけない部分がちょっとネックかなとも思いますが、それも準備してきましたので安心してみてください。生涯ソロプレイヤーさん、自分は E1 でいきなり詰まってしまったので情報収集にはなっています。そうですか、E1 でもそうですか、今回難しいんでしょうか。本当にまだ全然情報を集めてないので、わからないんですけど、なかなか最初からってなりますとね、ちょっと怖いですね。では、早速出演機していこうと思います。はい、こちらの編成ですけども、航空戦艦伊勢と日向ですね。そしてシングレイ雪風で、軽重幕に、夕張、不満、そして航空巡洋艦として、熊野という配備にしております。これで制空も優勢は取れると思いますし、道中も、火力がちょっと不足かなと思いますけど、ボスまで行ければ、基地航空隊も支援に回れますので、十分勝利取れるという感じでいきたいと思います。空母9さんも、コメントありがとうございます。こんにちはです。本日は、この6-5の海域から攻略して、6-4、そして 5-5 で順番にいきたいと思います。では、準備が整いましたので、早速、出撃していきましょう。ありますね。この第一 E1 のボス見覚えありますね。これもかなり硬かった記憶がありますね。これはもうちょっと後でいきたいと思います。イベントがなりますと基地航空隊使うことが多くなりますので、これも予行演習っていう感じになりますけど、どちらも、ボスマス集中でいきたいと思います。ヒューが遅いよ。置いてっからね。はい、最初のマスは潜水艦なので、単王陣ですね。そしてイベント特有の警戒陣出ましたね。これがあるともうイベント始まったんだなって本当に思いますね。では戦闘開始です。さあ行きましょうか。伊勢航空隊発艦始め。残念だったね。後で感想たっぷり聞かせてね。いろいろ試してみてもいいかしら。お返しだ。行くぞ。いいですね。ここもなんでしょうね、たまに事故ったりするんですけどね。ここも無事に抜けられてよかったです。この勝利、僕の力なんて些細なものさ。この雨と、そう、提督のおかげだよ。どうしてもこの時期はイベントの話が出ちゃうんですけども、作戦名の、ところにいつもカンムス妖精が載ってるんですけども、どうも、北方艦隊の面々が出ていたようにも感じられました。
ということは、それを関連した海域を後半に持ってくるということになるんでしょうけど、今のところまだ全然情報少ないんでわからないんですけどね。そうだ、関西機を放って突撃。これだ。残念だったね。後で感想たっぷり聞かせてね。見て攻撃隊。いいですね。しぐれも雪風も駆逐艦ですけども、火力は十分ありますので、軽巡ぐらいならね、ヒル戦でこう落とすことができます。やはり心強いですね。また私の戦果が一番なの？どうなのさ、ヒューガー。そうですね、急行津軽さん、久しぶりのロシア関連ありえますね。以前はだいぶ難易度的には緩やかな感じだったんですけども、でも最後に持ってきたとなるとちょっとそうもいかない感じがしてちょっと怖いですね。さあ、ここがちょっと事故りそうなポイントなんですけど、さあ、雪風介入も回収がバッチリ終わってますから、対空兵装、いいですね。カットインで艦隊の防衛をしてくれます。そっか、そうなるよね。艦隊とみんなを残念だったね。後で感想たっぷり聞かせてね。そっか、そうなるよね。はい、ここまでは特に問題もなく進めてきましたね。さあ、次はいよいよ野戦マスですね。ここをどう抜けるか、ここがポイントです。また私の戦果が一番なの？どうなのさ、ヒューガー。それとこの間戦果の、報酬ですね、いただけたんですけども、正直もらえないと思ってたんですね。かなりギリギリだったので、そしたら順位の方がちょうど横須賀鎮守府の先月ですか、交渉の順位がちょうど500位だったということで、本当にギリギリでしたね。もっともらえてよかったと言いますかね。あまりそこはみんなの頑張りを、評価しないといけないと思いますし、ここでもらった装備も、きっと活躍してくれるはずなので、大事に使っていきたいと思います。と言ってる間に雪風がちょっと被弾してしまいました。さすがに簡単にはいかないですね。ありがたくいただきますわ。急行津軽さん、おめこめありがとうございます。ちょうど宣伝ではないんですけども、お疲れ様。ブラウザーの下のところに、ある特定の順位の方の名前載ってるんですけど、多聞丸で500位に名前載ってますので、もしお暇でしたら一回見てもらえればと思います。再び作戦に参加するための修理です。みんなに迷惑かけてるかな。この分はきっと結構並走はデリケートなの。そうね、寒冷地対策が必要ね。気をつけ。作戦計画ちょっ概要をと貴重イベントの方に行ってしまいそうで怖い。ちょっと一回休憩させてと。しようかな。
伊勢極寒の寒冷地では全通甲板型の航空機運用艦の出撃は困難だ。対策が必要だな。まあ、師匠が言う対策ちょっと難しくてわからないですでは、出撃ですね、していきましょう。今度はうまくいけるかな。4光線出撃するぞ。今月もあまりこう出撃回数が少なくて、まだエキストラオペレーション、1の5と2の5しかまだ終わってないんですよね。なので、まあ、30日まであと日にちもないので、ちょっと急いで攻略しないといけないんですけども、まあ、それでも先に任務をやってしまわないことにはちょっと落ち着かないのでね。さあ、対戦。今期はいけそうですね。これで守れそうです。これだ。はい、まずは、第一回帰突破ですね。足が遅いって？しょうがないじゃない。装備が重いんだもん。そうですね、夕張さん、いつも装備のことで、助けてもらっています。よし、次は単獣陣で突破していきましょう。航空隊発艦始め。ヒューガ航空隊発艦始め。どう？この攻撃は？そっか、そうなるよね。お返しだ。行くぞ。艦隊とみんなを後守りします。たっぷり聞かせて。よかった。ここもなんとか、大きなダメージもなく突破できました。そうか。やはりこれからは航空火力艦の時代だな。最上のやつも頑張っているか？最上さんも頑張ってると思いますよ。はい、中ちゃんよろしくお願いします。ではでは、続けて進撃していきます。ヒューガ航空隊発艦始め。お返しだ。行くぞ。さあ、雪風対空カットインで、艦隊守ります。沈むわけにはいきません。そっか、そうなるよね。さあ、ここまでは先ほどと、ほぼ同じような展開でやってきましたね。次はいよいよ螺旋マスに突入ですね。また私の成果が一番なの？どうなのさ、ヒューガ。おとなしいじゃん。さあ、今度は抜けられるでしょうか。ドキドキします。昼間の航空攻撃、そして水上打撃部隊としてのお返しだ。行くぞ。立体的な攻撃こそ
セーフですね。後で感想たっぷり聞かせてね。抜けました。かなりオーバーキルですね。ちょうど500ダメージを、空母の級にぶつけていくあたりは、ちょっとやりすぎかなとも思いますが、やはりこれからは航空火力化の時代だな。最上のやつも頑張っているか。はい、ここもようやくですね、突破できそうです。突破できました。さあ、空母世紀との戦いです。セク地では優勢以上は取れると思って設定はしております。では、単獣陣で、いきましょう。ヒューガ航空隊発艦始め。基地航空隊のみんな頼む。空母2隻いるのでちょっと制空が辛いタイプですね。まずは、随伴の駆逐艦を2隻落としてくれました。これも十分ですね。そして航空は優勢と。戦闘形態は同行戦と。ここでシングレが被弾をしてしまいました。さすがに大破をしてしまうとちょっと火力は望めませんが、いいライン引きですね。熊野もここで被弾と。まずは、その随伴艦ですね、確実に落としていきたい。ということで熊野落としてくれましたね。でもね、この姫硬いんで、もう昼戦でできる限り割合でもいいので消していかないとね、ちょっと倒せないので、野戦ですね。では野戦突入します。さすがヒューガ、師匠の活躍見れましたね。とどめは引かせでしたけども、無事に、6の5ですね、攻略できました。みんなお疲れ様。航空火力化の時代だな。最上のやつも頑張っているか。かげろう型駆逐艦野脇参上しました。さあ司令行きましょう。はい、野脇、この間の野脇の大冒険で大活躍してくれました。よろしくお願いします。艦隊が帰ってきた。全艦健在だといいな。はい、これで6の5が攻略されましたので、一応任務の状況ですね。こちらの任務が、これでちょうど3つ攻略しましたので 50% となっています。あと残りは、6の4と5の5と。本当に難しいところ残ってますね。本当。補給か。まあそうなるか。みんなに迷惑かけてるかな。この分全身エステさ
最上級コースでお願いいたします。では次の6の4ですね。そちらの海域の編成に切り替えます。機関には長門、そして、陸奥ですね。もう長門タッチを使うことを前提に選んでいます。そしてルートの方が、秋津島ルートと言われるルートで行きますので、こちらで行くと、離島再攻略作戦、星は9つと、もう離島正義が強いというのを実感する海域になっています。先ほど話した3人に駆逐艦2隻と、あとは自由枠1隻で、A マス、D マス、そして C マス、F マス、そして最後 N マスに行くと。都合2回空襲マスがあるのと、C マスが、ね、相手戦艦出てきますから、なかなか突破が無傷にはいかない。なので、基地航空隊をこの C マスと、N マスに分けて出すか、N マスに集中して出すのかが、もうちょっと難しい選択を迫られるところですね。で装備の方もちょっと変えないといけませんので、雪風修理に入りますね。雪風が解任になったことで、こちらの装備ですね。内科艇を積むことができます。なので、内科艇を一つ積んで、幸運の女神のキスを感じちゃいます。あとは対地装備に必要なロケットランチャーですね。こちら、WG を搭載と。ありがとうございます。雪風に関してはこのくらいですね。あと、しぐれに関しては、ちょっと積めないので、WG だけ乗せて、あとは様子見かな。対戦装備。対戦はいらないかな。しぐれに対空カットインをちょっとやらせて、ありがとう。少し強くなれたみたいだ。そして、そこまで期待はできませんけども、何もしないよりはいいと思うので、WG を搭載と。酸素魚雷とか、積みたいかな。で、見張り員じゃなくて、放射装置を、カットイン担当官に持たせて、いつかやむさ。雪風の方は命中率を重視したいので、見張り員を搭載と。幸運の女神のキスを感じちゃいます。あとは道中がどれだけ被害が抑えられるかですね。あと、基地航空隊も出せますので、こちらで、補充して、なかなか基地航空隊もちゃんと疲労度溜まってきますとね、力発揮できませんので、きちんと少しでもいいので、休息を取らせましょう。あとは先ほどの海域は制空時に余裕があったんですけども、ここは、制空も必要ですけど、攻撃力ですね。やはり銀河の攻撃力が魅力的なので、ここで、2中隊用意して、あとは戦闘機を1中隊と。この感じでいけば多分問題はなく、素直にクリアできるかどうかというのはちょっと断言はできませんけど、いい勝負になるのかなと思います。
それでは、続けての出撃いってみましょう。出撃していきましょうね。戦艦長門出撃するぞ。続け。どうしようかな。急行津軽3、編成画面が見たいですということですね。わかりました。今、出撃終わりましたら、装備の方、出したいと思います。今回は、航空隊を2箇所に分けて出します。本当はボスマスに集中して出した方が突破率高いんですけど、そもそもこの C マス突破できるかどうかが一番怪しいので、ここは仕方ないというか、本当抜けられるときは抜けられるんですけども、なかなかね、ここ抜けられなかったパターンがよくあるもんですから、まずは様子見ですけど、分けていきます。そう、他の箇所もおろそかにはできません。ここも比較的命中率高い深海戦艦が配置されてますので、撃ち漏らしますとね、送り狼じゃないんですけど、雷撃一発もらっちゃうとそれだけで中大破しかねませんので、確実に全て落としていきたいですね。なんかまずそう。よしよしよし。危なかったですね。あそこでスズヤがカットイン出してなければ多分雷撃出てた可能性がありますので、ああいうところを逃しちゃうと、それだけで、大破する可能性が出てきますので、できるだけ命中重視の装備にはしてはきております。望月です。はい、望月さん、よろしくお願いします。こんなやる気がなくても、やるときはやる子なので、さあ次は、空襲マスですね。ちょっとこれ、忘れて単獣陣とかしちゃうと、被害が大きくなったりするので、忘れずにengage陣選びましょう。改装されたビッグセブンの力、侮るな。改装されたビッグセブンの力、侮るな。ここもね、意外ともらっちゃうときあるんですけどね。ここもなんとか抜けられましたね。完全勝利。連合艦隊機関を務めた栄光に比べれば微々たるものだが、もらっておこうか。さあ、ここの最大の、チゴリポイントですね。ここをなんとかして突破していくには、今は警戒陣が使えたりもするんですけど、ちょっとそれ用の隊列にしてないので、ここはもう陸奥の火力に期待して突破していけるように、みんな頑張ってきてね。改装されたビッグセブンの力、侮るな。改装されたビッグセブンの力、侮るな。全手法戦車。もらった。やはり
ここですね。もらっちゃいましたね。逃がさないわ。残念だったね。沈むわけにはいきません。全手法聖者。ちょっと被害も大きくなってきちゃいましたね。第三本部を敵にしよう。逃がさないわ。簡単でみんなをお守りします。まだ厚化粧とか言うの？ほんと失礼かも。どうしようかな。ここは警戒陣を使ってでも、見つけたよ。そうですね。まあせっかく使えるので、ここは、警戒陣を使っていきましょう。ちょっと編成の方ですね。あ、でもそれやると、そうか。特殊砲弾が使えなくなっちゃうか。あら、私？ふん、回そんなことも避能力あるわよね。突破で悪いきるか気はしない。わ。ちょっと難しいかな。艦隊祈祷だ。よし。艦隊が戻ってきまーす。でも、まあ信じて送り出している艦隊なので、増えるときにここはもう正攻法でいきましょう。好きよ。先ほどのちょっと、まあ、リクエストありました変装備の方ですね。長門の方には、まあ、主砲の46センチ3連装砲回と、陸戦用の、98中戦車付きですね。そして、制空も担当してもらって強風と、あとは特に内科艇、まあ、こちら、もう私一つだけマックス作ってるので長門に搭載させています。いいわよ。お姉さんがやってあげる。まあ、陸奥には、まあ、自分用の41センチ連装砲回2ですね。こちらと16インチマーク5連装砲、こちらはコロラドが持ってた手法をちょっと回収したものになります。まあ、もっと火力出るのはあるんですけど、ちょっと試しに使ってました。そして一式抵抗弾回ですね。まだプラス3なんで、まあ、もうちょっと上げておこうと思って、先月からずっと装備開発ですね。46センチ砲、回収素材で必要なものですから。でもなかなか出てくれないので、まあ、今頑張れば5までは上げられるんですけども、ちょっとまだこの段階になってます。そして、あとは水上偵察機の11型の熟練ですね。まあ、通常ユラ推定と呼ばれている、まあ、現状、まあ、推定の偵察機では、まあ、最も性能がいいものを搭載しています。そして雪風には、まあ、自前の回装砲ですね。現地回収10センチ連装砲とロケットランチャーと解任になったことによって内科艇が装備できるようになりました。まあ、これで対地攻撃にも参加できますので装備させています。ただ先ほどちょっと攻撃をもろにもらっちゃったので、こちらの方ですね、まあ、カゲロウ型の解任になりますとまあ、バルジュ搭載が可能になります。今私が持ってる一番いいバルジュはこちらの漢本新設計増設バルジュがありますので、こちらに搭載してなんとか中波で止めてもらいたいと思って搭載させます。しぐれに関してはちょっと内科艇とか陸上用の装備が取れませんので、まあ、ロケットランチャーを装備させてますけども、まあ、ある程度ちょっと火力の方は、まあ、今回はあまりまあ、制空担当という感じにしておきます。そしたら杵島には水上戦闘機と、
3つ目の、内科艇ですね。そして、M4 シャーマンの、陸戦艇。こちらを装備してあります。これを装備してれば、大体陸上型には大ダメージが期待できるということになります。そして最後、鈴矢に関しては、主砲と、補助に搭載してある8センチ光学砲増絶ですね。これで、昼連撃が可能と。あとは、随雲と、2スロットに水上戦闘機ということで、空母はありませんけども、空港、航空優勢は悪くても機構までには持ち込めるかなという編成となっています。それでは、また出撃ですね、していきましょう。基地航空隊をちょっと一回ちょっと休ませてと。なんで？よし。それでは、再度出撃をしていきます。さあ、今度は突破できることを、期待して、このままでいきましょう。昼、絶対に抜ける。絶対に攻略できる。そう信じています。基地航空隊はまた、シーマスとボスマスに分けて出撃させます。さあ、まずは単獣陣で、突破を図りましょう。改装されたビッグセブンの力、侮るな。改装されたビッグセブンの力、侮るな。全資本戦車さあ、ここはどうかな。逃がさないわ。ここは譲れない。なんとかまずは数を減らしていきたい。まだ厚化粧とか言うの？ほんと失礼かな。大君みんなをお守りします。全資本戦車ですね。ただな、この駆逐艦の後期型深海星艦は回避が高いので、なかなか当たらないんですよね。中波まででいいので落としてくれましたがよかったです。はい、まずは序盤切り抜けられましたね。よかったです。悪い気はしないわ。望月です。はい、望月さん、今日2回目ですね。よろしくお願いします。さあ、こちら空襲マス2継陣で突破していきましょ改装されたビッグセブンの力、侮るな。う。どうかなどうかな。カットインが出れば問題なく抜けられると思うんですけど。残念だったね。ちょっと被弾しましたけどね。なんとかなりそうですね。連合艦隊機関を務めた栄光に比べれば微々たるものだが、もらっておこうか。はい、
先ほども手痛い反撃をもらってしまいましたが、さあ今度は無事抜けられることを期待して、単獣陣で戦闘開始です。改装されたビッグセブンの力、侮るなよ。さあ基地航空隊のみんな頼む。あ、やりましたね。2隻落としてくれました。おお、T 字フリとは。状況は決して悪くはありませんが、ダメージの通りがちょっと悪くなっちゃうので、この状態ですと、7とかわしてくれましたね。よし、なんとかここも突破できました。やっぱり基地航空隊の、支援が大きかったですね。やっぱり戦艦1隻と2隻ではもう全然火力が違いますので、1隻落としてくれただけでも、まあこれが一番の目的だったんで。悪い気はしないわ。テイト君、谷風だよ。これからお世話になるね。はい、谷風さん、よろしくお願いします。ここで出てくるのは珍しいですね。それでは、まずは空襲マスを突破ですね。日系人で、突破しましょう。改装されたビッグセブンの力、侮るなよ。全資本戦車、てー。残念だったね。一応予定通りしぐれが対空カットインで、艦隊の防空が守られた状態を作ることができましたね。連合艦隊機関を務めた栄光に比べれば微々たるものだが、もらっておこうか。さあ、ようやく、ボスマス来ましたね。今回は特殊砲弾を使いますので、この定型陣選んで戦闘を開始したいと思います。必ず勝てます。みんな頑張ってきてくれ。お願い。それでは戦闘開始です。まずは基地航空隊の一新機で沿岸砲台。そして対空カットインでユーザー正解権は確保取れましたね。これでだいぶ有利にはなれるはず。そして特殊砲弾の胸圧砲1、2の3。まずこれで勝負になりますね。ミスがかわしてくれましたね。ロケットランチャー、雪風の内科艇出ましたね。これだけ威力が出るとは思ってなかったんですが、さすが陸戦艇の力。そして鉄鋼弾の火力で無理やりで破壊しましたね、沿岸砲台。でもまだまだ油断はできません。移動石回避が高いので、
なかなか当たらないんですよね。いいでしょ肝心なところがこんなにありますので、いいでしょよし。これで決着をつけたいと思います。野戦に突入しましょう。艦隊この長門に続け。全手法戦車。いいでし第三砲塔を敵に施行。逃がさないわ。本当に、良かったです。本当にここは本当に攻略できるかどうかって言われると、もう気持ちで押し切るしかないところが正直ありまして、私が一番なの？そんなことってあるかな？もう秋津島がこう MVP 取っちゃうんですよね。まあそれくらいここの戦闘はいつもとは様相が違うということですね。まあ決して秋津島が可愛いだけではないということを分かっていただけたのではないでしょうか。それにしても無事に攻略できてよかったです。慶順、タマです。猫じゃないにゃ。はい、タマさん、よろしくお願いします。さあ、これでようやく2つの海域が攻略と。艦隊祈祷だ。よし。これで、中部海域は終了になりましたので、基地航空隊皆さん本当に、お疲れ様でした。ちゃんと補充してこのままですね、まず待機していただいてと。そうだ。食えるときに食っておかねばな。さあ、そして最後に残しました、サーモン海域ですね。まあどう考えてもここが一番難しいのが分かっているので、ちょっと装備の方も変えなくてはいけませんので、少々お待ちください。ちょっとお化粧直してくるわね。あざーす。お風呂大好き。ありがとう。これでいけるね。少し整備は必要だな。長門には先ほどは、陸上専用の装備にしていましたけども、今度は、通常の対艦専用の装備に変更しますね。こちら46センチ3連装砲と、こちら41センチの3連装砲に変更と、これなら安くも戦えるな。そして、特殊鉄鋼弾、一式鉄鋼弾ですね。まだ一式鉄鋼弾回は1個しかないので、まずこちらで代用ということで、はい、この兵装はさらに強くなる。そして、水上偵察機は、ユラ、推定の熟練を装備と。この長門を侮るな。陸奥に関しては特に変更はありません。そして雪風に関しては、陸専用の装備は必要ないんですけど、道中対戦装備はしぐれさせて、こちらは、そうですね、12.7 センチ単装広角を海にを装備して、そしてレーダーですね、電弾を装備させることで、回避が高まると。道中もちょっと怖いので、このままバルジェを搭載させたままにして、しぐれには、ロケットランチャーを変更で対戦装備ですね。
もうちょっと今私が持ってる中でも、まあ、一番火力のある4式水中超音機星7ですね。こちらを装備させます。ありがとう。少し強くなれたみたいだ。これで、まあ、ボス戦の、まあ、潜水艦が出てきた場合の対策は取れると思います。あとは制空地がどうしても、必要になりますので、今回スズヤに関してはもうすべて水上戦闘機を搭載ということになりますね。持っている、まあ、熊野に装備させていた錦水上熟練を装備させて、さらに、まあ、一番、まあ、水上戦闘能力のある強風ですね。こちらにも乾燥させて、もう、まあ、これが今私が持っている水上戦闘機の、まあ、最強の部隊になります。そして、まあ、ガチ対空のアトランタですね。まあ、どうしても道中の、攻撃が苛烈なので、ここはアトランタを選ばせてもらっています。大丈夫かなでも、きっと勝てるというふうに念じていきたいと思います。そして、支援の方もこちらですね。春風、朝風、春名、霧島、不相、雲龍、こっちが道中支援、そして決戦支援には旗風、松風、眼空土、利子龍、ウォースパイと、そして天城という編成で臨みたいと思います。はい、ちょうど、まあ、任務の方もちょうど 80% ということで、いよいよ、終点が見えてきました。それでは、支援艦隊を出し忘れないように出してから正規していきましょう。よーし。さあ、準備が整いましたね。でまいりますが、第2サーモン海域正規していきたいと思います。戦艦長門出撃するぞ。続け。はい。まあ、もちろんゲージの方はもうすでに破壊しておりますので、まあ、ボスまでに行けば、まあ、だいぶいい勝負になれるかなと思われますので、道中さえきちんとですね対策しておりますので、残念だったね。大丈夫、きっと突破できる。よし、同行戦だ。来んのよ。残念だったね。沈むわけにはいきません。艦隊とみんなをお守りします。残念だったね。叩き落とせ。はい、はい。この僕をここまで追い詰めるとはね。もういいさ。なかなか手痛い、攻撃を受けてしまいましたが、この勝利、僕の力なんて些細なものさ。この雨と、そう、提督のおかげだよ。ちょっと不安になってきましたが、まずは、まあ、道中ですね、突破できるように、カムスを信じて、繰り出したので、ここはもっとしり構えていきたいと思います。この長門を侮るな。この渦潮、電炭を装備していると被害を抑えられることが、
分かってはいます。最大で電弾を5つ装備していれば、ほぼ勝利が最低限度に抑えられるということではありますけども、今回は艦隊的には3つだけ装備していますので、ちょっと消耗した量は多かったのかななんては思いますけども、まだ全然十分戦うことができます。さあ、ここは支援でなんとかお願い。いいですね、3隻取れましたね。あとは機関をアトランタに切ったか。よし、かわした。あとは長門の攻撃で落としましたね。ここを抜けられれば、あとはボスマスにいけるかな。連合艦隊機関を務めた栄光に比べれば微々たるものだが、もらっておこうか。そうですね。こんにちは、高尾です。あなたのような素敵な提督でよかったわ。はい、高尾さん、よろしくお願いします。索敵がないとボスマス前でそれることがたまにあったりするんですけども、ちょっと数値上で見るとギリギリですね。もしかしたらそれるかもしれません。その時はその時ということです。そういうことでまた出撃すればいいことなので、すいません、私がちょっとそこ確実な数字ではちょっとないようなので、ちょっとまずいかな。全手法戦車第三砲塔を敵に施行。逃がさないわ。撃て。残念だったね。さあ、ちょっと支援が来てくれませんでしたけど、でも大丈夫。この艦隊なら突破できる。全手法戦車第三砲塔を敵に施行。逃がさないわ。あとは地球ですね。残念だったね。叩き落とせ。2機だけ一発残っちゃいましたが、雪風に来ました。回避成功ということですね。ここまでは、予想通りというか、編成した戦訓通りの戦い方ができたようです。あら、私？そんなこともあるわよね。悪い気はしないわ。はい。それでは、あとは、私が、ちゃんと、数値を、見たつもりになって送り出した索敵値が満たされているかどうか、そこがポイントになりますが、どうやら足りていたようですね。多分ギリギリだと思います。はい。それでは、特殊砲弾を使いますので、ゲージですね、こちらで決着をつけたいと思います。みんな頑張ってきてね。改装されたビッグセブンの力、侮るなよ。潜水艦やはりいますね。中波なので、取れるかどうかちょっと微妙。なんですが、もう信じて送り出したので、始めるよ。さあ、決戦支援、守ります。みんな頼む。残念だったね。さあ、攻撃が入る。長門いた。ギリギリ耐えてましたね。では、特殊砲弾、胸圧砲発動。
123と、もう機関も炊飯器ももう全て落としてしまいました。やりましたね。ちょっと予想以上の火力が出ましたが、まあ T 字有利だったのも幸いしたのかなと思いますけどもね。でもこれもみんなの頑張りです。本当にありがとうございます。連合艦隊機関を務めた栄光に比べれば微々たるものだが、もらっておこうか。はい、長門さん、本当に連続出撃お疲れ様でした。マイク音量大丈夫？チェック。ワン、ツー。よし。はじめまして。私、霧島です。はい、霧島さん、よろしくお願いします。急行津軽さん、昼戦勝利。そうですね。今回はもう予想以上の、戦いを見せることができて、本当に嬉しいです。はい、よかったですね。もう何度も出撃するのかななんてもう考えてたんですけども、なんとかこちらの任務ですね、達成することができたようです。それでは報酬をいただいていきましょう。こちらのアイテムは、戦闘商法ですね。なかなか入手機会が少ないので、こちらを選んでいきます。そしてここなんですよね。前回リスナーさんからもどっちの装備選びますか、電炭なのか魚雷なのかという問いに関してはまだ決めてませんと言ってましたけど、今回は電炭を選ばせてもらいます。こちらも確かに魅力的な装備なんですけど、なかなか水上電炭で、補正のかかっているものっていうのも取得していられる方もランカーとか、本当に任務でもらっているのしかないので、こちらの方を選んでいきたいと思います。弾薬、燃料弾薬、戦闘商法、そして22号水上電炭海4後期調整型ですね。こちらを取得していきます。はい。これで一連の雪風会に関連、太陽関連の任務すべて完了となりました。よかったです。そうしたらですね、本日の、任務完成しましたので、じゃあいつもの、最後にですね、こちらのコーナーやらせていただきたいと思います。今日は何の日コーナーですね。ちょっと準備しますね。はい、本日11月28日は太平洋記念日となっております。こちらは1520年にポルトガルの航海者フェルナンド・マゼラン、有名ですね。この方が、マゼラン海峡と命名される南米大陸ランタン海峡を通過して太平洋に出ました。その後天候が良く平和な日が続いたため、この海をパシフィックオーシャン、平和な穏やかな太平洋と名付けられました。当時は地球は丸いかどうかまだ皆さんね、わからない、海の先は崖なってるんじゃないのかななんて、そういう誰もわからないことを、勇気を持って行ったと。マゼランさん自身は途中で、倒れてしまったんですけども、彼の乗っていた乗組員が、
地球を、一周して、その地球は丸いということを、証明したわけですね。人類初世界一の航海を達成した艦隊は、マゼラン艦隊として、後世にも名を残しています。またマゼラン海峡、マゼラン星雲、マゼランペンギン、宇宙探査機マゼランなど、多くの航海者にマゼランの名をちなんだのも有名となっています。太平洋の他に南米、パタゴニアの名にはマゼランを名付けたとされています。こういった太平洋は広大な、海となっています。このアジア、ユーラシア大陸、そしてオーストラリア、南極、そして南北アメリカ大陸に囲まれている、世界最大の海洋でもあります。大西洋やインド洋とともに三大洋の一つとして数えられて、日本列島も太平洋の周縁部に位置し、面積が約1億5555万7000平方キロメートルとちょっと途方もない数字でありまして、地表上の約3分の1が太平洋ということになっております。そんな記念日となっている11月28日ではありましたが、任務の方も無事達成できて、そしていよいよイベントですね、始まってきます。まだ次回の、予定はちょっとまだ未定なんですけども、多分来週ですね、出演機するつもりではいますので、よろしければと言いますか、ぜひですね、次回も皆さんと一緒に大気攻略ですね、していきたいと思っております。本当にご視聴ありがとうございました。次回は、地中海マルタ島沖発動 MG1 作戦星7ですね。最初に一生涯ソロプレイヤーさんも言ってたように、ちょっと第一回帰にしては星の数が多い感じはしますが、でもちゃんと情報収集して、突破をしていきたいと思います。それでは、また次回お会いいたしましょう。失礼いたします。じゃあね。